ちは、インクレディブルーのグミです。今日はハロウィンの楽しいアートジャーナルを作ってみました。アクションウォーブルのようにブルブルと震える仕掛けやファブリコマーカーの使い方もご紹介してますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは始めましょう。ファブリコマーカーは水性のピグメントマーカーです。布用のインクと同様に布用のマーカーとして作られました。ヒートセットすることで熱加工ですね。熱加工することで定着します。水筆で塗ってみると、熱加工してない方はインクがにじんで薄くなってしまいますが、熱加工した方はインクがにじみません。水性のメメントをブレンドしてみます。ピグメントがとどまって弾かれてます。同様に熱加工の方もピグメントがとどまって水性インクを弾いてます。ピグメントが含まれているオキサイドを塗ってみてもインクを弾きます。それでは始めていきます。こちらのお花のスタンプをステイゾーンのジェットブラックで右上に押していきます。ファブリコマーカーのキウイとセラドンで葉っぱと茎を塗っていきます。ヒーターでマーカーのインクを定着させます。ディストレスオキサイドのパミストンをスプレーします。マーカーの上のインクを拭き取ります。こちらのスタンプをメメントのピーナッツブリトルでランダムに押します。静電気を防ぐパウダーを塗ります。こちらをバーサマークでスタンプしていきます。
クリアエンボスパウダーを振りかけてヒーターで溶かします。ブレンディングツールでディストレスインクのアンティークリネンを塗っていきます。次にディストレスインクのヴィンテージフォトを塗っていきます。静電気を防ぐパウダーを塗っていきます。バーサマークでクモの巣のスタンプを押してホワイトのエンボスパウダーを振りかけます。お水を霧吹きで吹きかけてキッチンペーパーで吸い取ります。ディストレスインクが水に反応しています。ブレンディングツールでメメントのタキシードブラックをブレンドしていきます。エンボスや葉っぱの上のインクを拭き取ります。
メインの素材はスタンプし、色を塗り、カットアウトしておきました。タイトルはスタンプを置き、周囲をフリクションペンで印をつけ、メメントタキシードブラックで印通りにスタンプします。次に印が左と上から少し見えるくらいずらして、バーサマークでスタンプし、ホワイトのエンボスパウダーをかけて溶かしました。その後 3D のランバーでドライエンボスをかけてます。こちらの上半身の骨はフリー素材を印刷しました。蝶ネクタイとネックレスを胸のあたりに貼ります。仕掛けに使う透明シートを両面テープの幅で蛇腹に折っていきます。両面テープは5ミリ幅です。ポンホルダーでしっかりと折り目をつけます。W に折って一つ完成になります。透明シートは OHP シートを使ってますが、クリアファイルなどの素材でも構いません。このようにバネみたいにスプリングします。下になる部分に両面テープを貼ります。使う長さでカットします。これは2つ分なので真ん中でカットします。W が2つできました。真ん中に縦に2つ貼っていきますが、1つは反対方向を向くように貼ります。同じ向きに貼ってしまうと片側に寄ってしまいますので、反対向きに貼ることでバランスを保ちます。縦に W と M という感じで貼ります。素材をすべて貼っていきます。
プリングを指でキュッと押しつぶして貼っていきます。雲のスタンプをステイゾーンで押していきます。はい、これでハロウィンのアートジャーナルが完成しました。このように簡単にアクションウォーブルのような動きをする楽しい仕掛けです。バネが潰れてくれるので厚みがないのも嬉しいですよね。蛇腹の数を増やして飛び出すカードなども楽しいです。最後までご視聴くださりありがとうございました。それでは失礼いたします。